うわっ、そりゃあ別に構わねえけど、お前は楽しくないんじゃねえかな。連れて行けるかバカ。勝手に許可してんじゃねえよ。ああ、外出禁止なんだっけなお前。見張りなしで部屋から出てていいの？ごまかすなよ。ま、いいけどな。俺らはこれから島原に行くとこだけど。女の子に向かって島原に行くとか、わざわざ本当のこと言うなよ。嘘つけねえんだよ俺。知ってんだろ？花町に繰り出すくらい別にやましくもねえし。お前は酒が目当てだろうから後ろめたくもなんともねえだろうよ。ま、男のロマンってやつなんじゃねえの？昼から遊び歩くのはあんまり常識的じゃないってお前の言うこともわかるんだけどよ。だがよ、近頃の今日は何かと物騒なんだ。俺たち新選組だってうかつに夜遊びできねえ。だから常識に縛られず行きたい時に行く。真っ昼間から遊びに行くことを迷わねえ。あれ、まさかお前も行くの？もうそうだけどって東堂さんとか他人行儀な呼び方やめようぜ。平助でいいよ。みんなも俺のこと平助って呼ぶし、これからしばらく一緒に暮らすんだしよ。さあさあ、んじゃあ今日から改めてよろしくな。でも女ってわけじゃねえよ。みんなで酒飲んでバカ騒ぎしたい気分なんだ。お前が女の格好してくれるんならそれだけで十分に目の保養なんだけどな。あ、俺も絶対可愛いと思う。いろいろ落ち着いたら振り袖着て見せてくれな。
約束だぞ、忘れんなよ。そういうわけで察してくれよ。俺らは汗水垂らして今日の治安を守ってんだぜ。土産何か買ってきてやるから、お前何が食べたい？土方さんから外出許可が下りたらさ、お前の好きなとこ連れてってやるから。おや、これからみんなで出かけるのかい？よりによって源さんかよ。ほらあれだよゲンさん、あれみんなで素振りでもするかなって。そう、それだ平助、よく言った。今日は天気もいいし風が暖かいからな。いやはや、長倉君たちは勤勉だな。せっかくの機会だ。私も付き合わせてくれるかい？ああごめん、俺もみんなと素振りしたいけど今日は先約があるから付き合えないんだった。こいつに豚書の中を案内してやるって約束、そうだったよな。待て平助、一人だけ逃げようなんざ。俺も付き合ってやるよ。平田医師に絡まれちゃ面倒だろ。そうかそうか。原田君の言うことはもっともだ。彼女のことはお任せするよ。じゃあ中倉君、我々は中庭に行こうか。平助のみならずお前もか佐野。
し逃げるぞ。新八さんすぐ怒るからな。君さ、騙されやすい性格とか言われない？あれ？もしかして気づいてなかったとか？この時間帯は僕が君の監視役なんだけどな。うん？掃除、無駄話はそれくらいにしておけ。つい先ほど来たばかりだが、気にするな。そもそも今の独り言は聞かれて困るような内容でもないだろう。夕飯の支度ができたんだが、邪魔をしただろうか。あんたと掃除の話に一区切りついたら声をかけるつもりだったんだが。ちょいちょいはじめくん、何仲良くおしゃべりしてんのさ。すまない、取り込み中だった。飯の時間なんだからさ、早く行こうぜ。食うものなくなっちまうよ。遅えよ。おめえら遅えんだよ。この俺の腹の高鳴りどうしてくるんだ。新八さん、それってただ腹が鳴ってるだけだろ。困るよね、こういう単純な人。お前らが来るまで食い始めるのを待っててやった俺様の寛大な腹に感謝しやがれ。新八、それ寛大な心だろ。いつものように自分の飯は自分で守れよ。今日も相変わらずせこい夕飯だよな。
というわけで隣の晩ご飯突撃だ。弱肉強食の時代俺様がいただくぜ。ちょっとシンパッと、なんで俺のおかずばっか狙うかな。それは体の大きさだ。大きいやつにはそれなりに食う量が必要なんだよ。じゃあ育ち盛りの俺はもっともっと食わないとね。毎回毎回こんなんで済まないな。慣れとは恐ろしいものだな。このおかず俺がいただく。うん。あんまり腹いっぱいに食べるとバカになるしね。おいおい、バカとは聞き捨て。だがその飯いただく。どうぞ。僕はお酒をちびちびしてればいいし。じゃあ俺も酒にするから。ただ飯とか気にしないでお腹いっぱい食べるんだよ。気にしたら負けだ。自分の飯は自分で守る。最初からそうやって笑ってろ。俺らもお前を悪いようにはしないさ。ちょっといいかいみんな。大阪にいる土方さんから手紙が届いたんだが、三男さんがタイム中に重傷を負ったらしい。相当の深手だと手紙に書いてあるけど、傷は左腕とのことだ。剣を握るのは難しいが、命に別状はないらしい。数日中には屯所へ帰り着くんじゃないかな。それじゃ私は近藤さんと話があるから。刀は片腕で容易に扱えるものではない。最悪三男さんは二度と真剣を震えまい。片腕で扱えば刀の威力は損なわれる。そしてつばぜり合いになれば確実に負ける。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。三男さんも納得してくれるんじゃないかな。掃除めったなこと言うもんじゃねえ。幹部が新選組入りしてどうするんだよ。普通の新選組ってこう書くだろ。新選組は千の字を手辺にして平助。やりすぎだぞ佐野。平助もこいつのことを考えてやってくれ。悪かったな。
いや、今のは俺も悪かったけど、ったく佐野さんはすぐ手が出るんだからな。今の話は君に聞かせられるギリギリのところだ。これ以上のことは教えられねえんだ。気になるだろうけど何も聞かないでほしい。新選組っていうのはかわいそうな子たちのことだよ。お前は何も気にしなくていいんだって。だからそんな顔するなよ。忘れろ。深く踏み込めばお前の生き死ににも関わりかねん。お前に外出許可をくれてやる。市中を巡察する大使に同行しろ。隊を束ねる組長の指示には必ず従え。宗次、平助、今日の巡察はお前らの隊だったな。なるほどね。だから当番の俺らが呼ばれたってわけか。でも今回は俺より掃除向きじゃないかな。今日は掃除の一番組が昼の巡察を担当だろ。平助の8番組は夜担当だし、夜より昼が安全だっていうのは僕も同じ意見。でも逃げようとしたら殺すよ。老子に絡まれても見捨てるけどいい？いいわけねえだろうがバカ。何のためにお前に任せると思ってんだ。
ごめんね。少しからかいすぎたかな。でも何が起きるかわからないのは本当だから。危険を承知でついてくるっていうなら僕の一番組に同行してくれて構わないよ。長州の連中が不穏な動きを見せている。本来ならお前を外に出せる時期じゃない。江戸の家にも帰ってねえらしいし、今日の街中で行動さんらしい人物を見たっていう証言も上がってる。それに半年近くも辛抱させたしな。機会を見送り続けたんじゃ行動さん探しもこのまま進まねえだろう。それに今は腹を壊してる大使も多いしな。俺らも万全の状態じゃないし。とにかく俺は許可を出してやる。行くか行かないかはお前が好きに判断しろ。